じゃがりこ。どうも、フィッシャーズシルクです。この動画はですね、前回のシルクロードの24時間長電話という企画の後編になっております。実はですね、後編作る予定はなかったんですよ。1本にする予定だったんですけど、いろんな方がね、本当にありがたいことに電話に出てくださり、編集してもなお数時間、それだけ皆さんね、電話に出てくださり、僕とね、お話ししてくれたと。いや、ありがたいことです、マジで。1本にするとちょっと長すぎると思ったので、後編を作らせていただきました。1日目の、電話やって、その後ちょっとみんなが電話に出れない時間、深夜帯だったので、編集してそこからまたやってますので、寝ずにね、僕がどこまでね長電話できるかっていうのもね、皆さんちょっと見ていただきたいので、先に言うともうすでに24時間は起きた状態です。そこから後編スタートです。24時間分電話だからね、24時間は絶対起きてないと絶対無理だから、機材のセットとかいろいろあるんで、クロードが何時間起きてられるのか、そして誰と電話するのか、お楽しみに。後半スタート。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。鬼ごっこ以来ですね。タクトレ YouTuber をしております竹脇まりなです。よろしくお願いします。お久しぶりです。 YouTube は見てますか？むっちゃ見てます。おー、なんかうちテレビあるんですけど、はい、なんかテレビよりももうずっと YouTube をダダ流しにしてるっていう感じで、めちゃめちゃ見てます。フィッシャーズさんもご飯の時に見てます。あ、ご飯の時に見るんですか？僕らすいません、なんかお食事に参加させていただいてお部屋でいろんな動画撮ってる人って多分めちゃくちゃいると思うんですけど、その中でも、タクトレっていうものがこのご時世もあってバコーンってなって、それで多分竹脇まりなさんっていう存在を皆さんが知って、ここまでなったっていうその一連のストーリーがなんかすごいプラスめちゃくちゃ早いですよね。なんていうのかな、こうやったらいいんじゃないかとか、タクトレこういう風にこう広めてったらいいんじゃないかみたいなのは、その旦那のダーウィンって顔出ししてないんですけど、2人で夫婦でやってて、もうそっちがもうめちゃくちゃこう切れるんですよ。あー、旦那さんが切れ者なんですね。アメリカで流行ってるもので日本に来そうな感じとかもなんかすごい感度が高いので、2人で作ってでみんなに見ていただけてるっていう感じですね。結婚っていいですねいや、結婚いいな。結婚いいな。結婚いいですよ。いいっすすごくいいパートナーを持ったなっては思ってます。うわ、めちゃくちゃいいな。友人とかがちょっとお前書いてくれよみたいなこうサインみたいなの、そういうこと言ってくれるんですけど、なんかこうみんなこんな幸せな契約を結んでるのかってこう見て、私生活全てを捨てて YouTube にかけるって悪魔の契約しちゃったもんでそうなんですよ。僕もう YouTube でうわーってなってたんですけど、ちょっと25超えたあたりからあれちょっと契約書もう一回見せてもらえますかみたいな状態なんですよねメンバーフィッシャーズっていうメンバーってもうなんか夫婦以上くらいのなんか関係かなって思ってるんですよ。そこにほっこりするし、なんか楽しんで見てます。あ、今レギュラー持ってるんですか？そうなんですよ。TBS さんの方で「レッツビバディ」っていう朝の番組を月曜日から木曜日までマジっすか？担当させていただいてて、すごいな。レギュラーを持ってるんだ。流れ早くないですか？流れめちゃくちゃ早くないですか？そうですね、ありがたいことに。うわ、マジか、すげえな。私心の奥底で秘めて今日が女版シルクロードになるっていうことなんすかその目標。なんなんですかそれ。女版シルクロードの、定義は、結構身体的な意味だったんですけど、まず足が速い、2つ目が、五感がアニマル、五感がアニマル出た3つ目酒強い私もともと秋田出身なのもあってすごいお酒の県なんですよ。そうですよね。純米酒とかそういう、基本ビールを飲みたいし日本酒も飲みたい、ハイボールにしたりだとか、ドッグの飲み物にしたりだとかっていう普段は。今その最中です。僕も今ハイボールに切り替えました。ビールちょっとおやめになられて。そうなんですよ。もう本当にもう恋愛してた僕が何言うかもあれなんですけど、ちょっと好きすぎるんで一回距離を置こうっていう、ちょっと甘えちゃうんでシルクさん、そのスタンス大丈夫ですか？なんか好きな、それこそ好きな女性とかできた時にそのスタンスやったらもうアウトですよ。そうなんですよ。だから僕恋愛めちゃくちゃ下手なんですよ
学生生活すべてを含めて8割方振られる理由、あなたの考えてることわからないです。意欲ストイックさはそうですよね。なんかすごいですね、はい、ちょっと恋愛にだけ応用しないでいただきたいなって思いました、はい、苦手なものを常に克服するっていうパターン多いですね。そうなんですよ。嫌いなんですよね、苦手なものがあるの。めっちゃ嫌いなんですよ。ただ料理だけは一向にうまくなんないですよね。どんだけやってもダメなんですよ。チャーハンって炒め飯って書くじゃないですか。はいはいはい。チャーハンってなんか作り方的には強火でこうやるらしいんですよね。強火でジャーっとやるじゃないですか。でもチャーハンって漢字にしてみると分かるんですけど、火が少ないって書くんですよ。炒めるって火が少ないって書いて炒めるじゃないですか。なんで強火なんだろうって思っちゃうんですよ。多分炒めるっていう字はチャーハン用に作られた漢字じゃないですしね。そしたら炒めるっていう漢字使わないでほしいですよね。すいません、なんか意味わかんない話を、はい、いつかプライベートで、お会いできたら、話したいなって思ってたことまでなんか喋れたので、この機にありがとうございました。ありがとうございました。すいません、お願いします。お体お気をつけください。あ、タクトレすんの忘れた。ちょっと待って、わからん。タクトレ次のこれ喋れねえな。次電話する方は実は初コラボです。シルクさん、どうもです。ありがとうございます。ご参加いただき。気まぐれクックさんです。よろしくお願いします。お願いします。ツイッターとか、動画を僕、拝見させていただいてるんですけど、あれといえ絶対この人は近いところがあるなと。いや、僕もそう思ってます。話し合うぞと思ってちょっと今回連絡させていただきました。撮影っていつもこうどんな感じでやられてるんですか、あれって。夜中に撮影して、でまたちょっと休憩して朝買い物行ってで一回休憩してみたいな、もうほんとバラバラですね。運転手がいる時とかじゃないとちょっとできない、撮影は。運転手さんがいて銀色のやつを飲めていると。嫁なんですけどね、運転手。あ、そうか、そうですよね。ご結婚おめでとうございます。そうだそうだ。ありがとうございます。シクブル持ってるじゃないですか。シクブルここにあるんですよ。飾ってあります。嘘。これですよね。やばっ。ツイッターでリプくれた時に、この人と思いました。男のロマンですよね、これ。そうですね。そうなんですよ。遊戯王のブルーアイズホワイトドラゴンっていうね、すごい有名なキャラクターがいるんですけど、それのシークレットレアってめちゃくちゃバカ高いんですよ、あれ。値段も価値も。去年とか50万60万で買えたんですけど、今もう250万とか300万ぐらい出さないと綺麗なのは買えないです。やべえ。えぐいっすね。行きたいな、シルクさんとシクブル買ってみた。いや、めっちゃ行きたいっすね。シクブルマジ欲しいんすよ。カードキングダムとかスパイラルとか、なんかいろんなところお店あるじゃないですか。とかのやつを僕通知にしてるんですよ。シクブル入りましたっていう通知が来るんですよ。もうダッシュで行くんすけど、道中のタクシーの中でパッて見ると完売しましたって出るんですよ。完売ごめんっつってね。そうなんですよ。この間のツイートだと廃業廃業知ってる人なかなかいないよと思って。ずっと本当に長い歴史そのままのこう形をこう留めてて、まだちょっと足みたいなのがある魚で肺呼吸もできるっていう。ペルーから輸入したんですよ、生きたまま。あ、ペルーなんですね。オーストラリアじゃないですね。ペルーなの。ペルーで飼ってますね。何分間に一回こう水面にこうやってぷくってね来て空気するんですよ。廃魚だから可愛いんですよ、それが。しっかりとね、肺呼吸してから潜っていくみたいな。学生の頃の気まぐれクックさんはどんな人だったんですか？学校帰りに釣り行ったりだとか、なんかタモ持って田んぼでザリガニ取ったりだとか。うわー、そんな感じで。うわ、めちゃめちゃいいっすね。で、中学校になってから僕ゲームにハマっちゃって、メイプルストーリー。うわー、懐かしい。懐かしいでしょ。懐かしい。一気にくらいになって、で高校入って、ちょっと弾けたみたいな。そこもびっくりしました。めっちゃ似てます。僕も小学校本当にみんながどっかこうお買い物とか行ってる中、いろんな生き物取ったり川に飛び込んだりとかしてたんですよ。そうなんですよ。一緒だ。一緒なんですよ。で、一緒、マジで一緒。中学で僕もオタクになります。うわー。そうなんですよ。で高校ではっちゃけます。めちゃくちゃ一緒っす。なかなかいないな、この共通するのは。ですよね。でしかも好きな飲み物ビールですよね。大好き。そこも同じなんですよ。うわ、生き
き別れのとかじゃないですよ。生き別れの弟の可能性出てきてません。フィッシャーズっていう名前もなんか魚が入ってるじゃないですか。そうなんですよ。これだけはもうやべえなっていうフグ一つ選ぶとしたらどれなんですか？千人フグとか模様フグとか、そういうフグはね、身にも毒があるって言われてるんですよ。だから市場とかでももう流通しない魚です。ああ、もう厄介者扱いみたいな。でもその筋肉より僕はトラフグの内臓の方がやばいと思う。へえ。もうしびれってわーって死んじゃいます。でもそれを判断しながらいつも動画撮られてるってことですもんね。そうですね。もう慣れればもう、ここは毒ね、ここは食べれるねって分かるんですけど、よう考えたらそれも結構異常な状況ですよね。異常ですよ。撮影にちょっと C 伴ってますからね。このおうち時間でこれはいいなって思ったアイテムって何かありますか？ハイボール行くんですけど、いつも炭酸をペットボトルで使ってたんですけど、そのソーダメーカーってやつ、水を入れて炭酸作ってくれるです。二酸化炭素かなんかバーって入れるとソーダができるっていう。一番びっくりしたのが僕も今ハイボールを飲んでますっていう今ちょうど核消えたんですよ。うわ、ちょうどさっきまで飲んでて。僕も横にありますよ、これ。僕も昨日ちょうど消えたんですよ。へー、飲んでたんですよお互いすぐ手に届く距離にあるっていうのもやばいです。そうなんですよ。こっちにあったんですよこれへー、あ、見た目もかっこいいじゃないですか、これ。あと思ったよりまだサイズなくていいですね。引くと。おー、炭酸水、ということでね、なんかいろんなことをね伺ってしまってありがとうございます。すいません。いや、ありがとうございます。楽しかったです。めちゃくちゃ助かりました。またまた。趣味みんな合うな。次東海オンエアの哲也くんです。どうも。初コラボでさ、俺がその哲也の家に行かせてもらった時あったじゃん。あん時の俺の顔人相むちゃくちゃ悪いよね。あん時すごい尖り時期あん時めっちゃ尖ってた時期だね。だよね。その時のその印象強いわ。そうでしょ2度目に会った時どの面下げて会えばいいか分かんなかったわ今もだけど朗らかだよね。ほがだけどナイフのようではなくなったよ。ナイフで、そうそう。 YouTube 見てますか？いや、動画作る側として見ることはないかな。へえ。人間がやってるやつほぼ見てないかも。はじゃあこれナイフ出たぞ。いや違う、気になるだろその言い方。物理エンジンの動画とか。は立体起動装置で巨人を倒すのは本当に可能なのかの再現自転が急に止まったら人はどうなるのかとか。死ぬ手前のこと考えてんのスマブラとか、あとはなんだろうな、なんかゲームの切り抜きとかかな。ああ、はい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 。いやそれこそほんとスマブラの話だけど、俺哲也の家で初めて俺スマブラをその時 Wii U をやってチンチンにされて。おう、そんな時代があったっけ？そう、俺そこから始めたんだよね、確か。あ、マジ？俺がこんなモンスターを生み出したんだろ。いや違う違う、本当に、いやマジで。だって今全キャラビップでしょ。今全キャラ VIP。ありえなくない？普通に意味がわからない。まだインクリング使ってる？今テリーかな。テリー、カービィ、プリン、スマブラやってんだよねって言ってカービィ使い始めたらさ、あ、この人弱いんじゃねってなんとなく思うじゃん。あ、そうだねそうだね、わかる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 。からのスコスコにしたいっていう性格クソ悪いやん。ゲーム上でナイフになるのやめた方がいいよ本当に。行動だけないから。そう、俺も大概だけどそれも大概よ。グループ YouTuber でさ、同じジャンルではあるけどさ、全く違うじゃん。まあそうね。そう、リーダーっていうさ、その全く別ジャンルすぎてその立ち回りが全く分かんないんだけど、多分2種、まあなんか大きく分けて2種類がちょうどここの感じだよ。ほんとそうなのよ。最後まで面倒見きれないタイプなのよ。なんていうの、はあはあ、何もかもこう全部ああしてこうしてとかが苦手だから、ちょっと俯瞰で見ながら整えるぐらいの役回りの方が向いてるかなみたいな。企画会議とかめっちゃ長いっていうもんね。そうね、地獄よ。長いとほんと朝から夜までで、ずっともう話しっぱなしで、だんだん何が面白いのかもわからなくなってきて頭がそれが俺すげえと思う。その東海のそのみんな会議でちゃんと集中してその話できてんのが。なしでやってるのやばいけどね、すごいけど。2時間ちゃんと話せないのよそう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 。一回誰かこっちに一人ぐらい派遣してみてよ。死ぬよお前何言ってんののマサイとかザカオら辺を派遣しようかなんかね、
ね。ジャンルだいぶ違うよね。だいぶ違うよね。家行った時にもう家族が YouTuber だなと思ったもんね。実家だと思うね。そう、実家で会った時にね、哲也のママに会った時に土かなんか使う動画だったね、確か。園芸用の土みたいなの買ってきたんだよ、確かね。でホームセンターかなんかで買ってきてたら、そのお母さんに俺がその砂を運んでたのよ。そしたら土系の YouTuber さんって言われてまず日頃からこれ持ってるわけじゃないですからねって岡崎で買ったレシート見せてやりたかったもんね。哲也からコラボのっていう話だったんだけど、ちょうどその時クソ忙しくて、そう日取りが開かなくて、なんかいつかなんかちゃんとこうコラボしたいなとか思ってたんだけど、めちゃくちゃ時が流れて、で会えなくなったじゃん今。ゆえによしということでこの電話をしたみたいなそう。なかなかね、暇ができないからな。家行かせてもらって虫さんにバチ切れられたけど、俺たちで動画撮ってたらうるさすぎて上から虫さんの声で「いい加減にしろ!」って声が来るコウモリ上にいんのかと思ったもん。キキキキキキって言うから、俺天才の根源買ったのにさ、うちに届かないんだけど。そうで、ありがとうございます。で勝手になんか返品されたんだけど。天才の根源ちょうだい。フィッシャーズ分ちょっと配っといて。ありがとう。8冊でしたっけ？8冊でしたっけ？減りました。8冊じゃない。6冊って言おうと思ったんだけど、若干文字読めない人が2名いるんで、3冊で。メンバー分ですらない。虫さんのやつとかも俺買ってんだよね。あ、そうなの？そうちゃんと読んでんだよ。おうち時間で買ってよかったなってものなんかある？買ってよかった？買ってよかったもの。ガンプラ系ですね。なんかめっちゃガンプラハマってない？もう超楽しいのよ。今1個ずっと作り続けてるやつがあって、1つ。哲也専用カラーを作ってんだけど。俺6月から作ってんだよね。クソ長くない？クソ長えのよ。それガンダム作ってるやん。サイズはでかいの？携帯ぐらい。ちっちゃどこにそんなかかってんの？逆に面白いスパンで趣味変わるよね。大体続かないんだよね、何も。でもそう考えたら YouTube めっちゃ続いてるね。そう、珍しい、本当に。珍しい、本当に。ぜひやめないでください。じゃあね。またね。ありがとう。バイバイ。ということでね、東海の哲也でした。またね、東海ハウスとかも行きたいですけどね。次よろしくお願いします。お願いします。漫画家、イラストレーターの菊池祐希です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんも絶対知ってるでしょう。100日後に死ぬワニを書いていた菊池先生です。 LINE ではあれですよね、連絡とか取らせていただいたんですけど、それこそ LINE、Twitter とかではスマブラも最近できてなくて、で Twitter でいろいろやったじゃないですか。やりましょうみたいな、対戦しましょうって、でフィッシャーズさんのスマブラ動画も結構見て、本当ですか？もちろんありがとうございます。めちゃくちゃ強いじゃんと思ってゼロスーツサムスですもんね。僕はゼロスーツサムス。 YouTube は見ますか？僕 YouTube 見ます。今も見てましたね。見ながら作業してて。作業しながら見てるって感じですか？ペン入れとかもう別に考えなくていい仕事の時は、もう YouTube 見ながらとか書いてますね。フィッシャーズさんの心霊のやつも全部見ましたね。マジっすか？100日後に死ぬワニ、ものすごいバズり方したじゃないですか。めちゃくちゃびっくりしましたね。個展やってたんですよ。個展やってる最中にお客さんが来て、割といつも来てくれるお客さんで、次何しようとしてるんですかって言われたんで、100日後に何々っていうのをやりたいんだよねっていう話をしてて、言ったからもうやんないといけないなと思って、で始めたらなんかバズって、今までなかった感じだったんで、リアルタイムで進んでいくみたいな。そうですよね。五感いいですよね。100日後に死ぬワニ。最初トカゲかワニかって迷って、トカゲかワニか。結果良かったなって思いました。ワニってめちゃくちゃ分かりやすいですもんね。ワニそうですね、描きやすいし、みんなも想像しやすいし。トカゲを絵にするとなると、そうか、ちょっと輪郭が変わってきたりしちゃうんですかね、やっぱ。そうですね、目の部分がこうやって出ない感じです。もっと平たくなるって感じですね。って考えたら確かにちょっとワニの方が可愛いかもしれないですね。本も買わせていただいたんですけど。ありがとうございます。もう100日後のプレッシャーってやばかったんじゃないですか、それこそ。100日後、そうですね、最終日はプレッシャーありましたね。考察がいっぱいありましたもんね。毎日7時に上げてたんですけど、ちょっと遅らせて、現実の人もなんか遅いなっていう感覚になると思ったんで、
でその100日目も一言目が遅えなっていう言葉で始めて、ネズミとモグラと同じ目線になってもらいたいなと思って。ああ、そういうことか。僕らがじゃあネズミとモグラの状態で、そうですね、もうワニを見守ってる、待ってるみたいな。いや、実は死なないんじゃないかを考えてる人って絶対いたじゃないですか。そうですね、まあそれもあったんですけど、まあ、僕らも結果死んじゃうんで、いつか終わりは絶対誰とも来ちゃうんで、そういうのを意識してほしかったからあの形にしてやったんですよね。全部 VIP ですよね。そうですね、全部 VIP に入れて、今のところその YouTuber でのマルチクリエイター、まあゲーム実況は除いてですけど、マルチクリエイターではまだ負けたことがないですね。まだ。あとおもちゃ好きなんですもんね。めっちゃおもちゃ好きです。僕もソフビ作ってて、スーパー動物図のキャラクターを今ソフビで、今金型作って、でソフビにしたいと思ってたんで、顔自分で作っちゃおうと思って。すごい。金型作るのめっちゃお金かかりますもんね。めっちゃお金かかりますね。もうスーパー動物ネズミですか？ネズミとウサギとゾウ3体。3体ちょっと華奢で長めの手足が。そうですねできたらまた見せるんで。ありがとうございます、それこそめちゃくちゃ涼しいお願い1個いいですか？ワニの絵を描いてくれませんか？全然大丈夫です。マジっすか？もう僕の廊下にダンって飾りたいんですよね。ぜひ飾ってほしいですね。いいんですか？もちろん。ありがとうございます。ワニキャラでいいですか？ワニのキャラの絵。大丈夫ですか？それこそ100日後に死ぬワニのワニさんでもいいですし。わかりました。任せてます。ありがとうございます。すげえ、やったー廊下に飾ろう。おうち時間で気に入ってるものって、買ってよかったものって何かありますか？昔のカードを集めてて。うわ、それ Z とか GT のこの。そうですね。懐かしい。マリオ。いや、カードこんなにいいんだって思いましたね。僕もめっちゃカード好きなんですよ。めっちゃ綺麗っすね。あとエクゾディア、ウィジャバン、懐かしい。アポピスの化身が超懐かしい。ゼラとかの時ですよね。ゼラだ、懐かしい。この時代ですね。懐かしい。ガルマソードとか僕もゴリゴリにやってた時期です、それ。セルとかなんかみんな集まってるんですよ、敵が。待って、映画版もいますね。コルド大王もクーラもいるし、クーラしかもメタルだ。悪い奴らがこんなに一挙に集合して写真撮ってんのおもろいっすよね。誰だ、集合かけたやつ。嫌なことあったなとか思ったら思い切って買っちゃいますね。ありがとうございます。すいません、助かりました。100日後に死ぬワニの菊池祐希さんでした。連絡は取らせていただいてたんですけど、ようやく話せました。遊ばせてもらったりもしてます。あの方です。はい、マフマフと申します。音楽をやってます。よろしくお願いします。まあもう、マフさんはわかるでしょう、皆さん。1年ぐらい会ってないですかね。そうですね。最後に多分お会いしたのが、スマブラを多分マフマフさんの家でやらせていただいた時かな。お互いツイッターとか、動画で見てるから。そうですね。でも気づいたら1年も経ってるっていう。怖いなぁ。YouTube って見てますか？見てます。見てますよ。誰よりも、お風呂入る時とかもう絶対に流しながらわかりますよ、何の動画見てるかは。スマブラですね。いやそう正解スマブラのコンボ練習の動画とかですよ。コンボの動画とか。パーセント帯によってこのあれが入りますよのやつですよね、多分。ストレス。上投げ、空前、空上とか。もうやってる人のやつなんだよな。しかも今のコンボでちゃんと分かった。ルカリオっすね。ルカリオ、よく分かりますシルクさん全キャラビップ行きましたよね。この間、ちょうどこの間にビップ全キャラ行きまして。やばすぎるすごすぎるんだよな。だってそれプロの人とかでも行ってない人とかいたのに。そうですね。なんかたまたまいけてしまいました。3年ぐらいやってもいける気がしない絶対いけますよ、前松さん家にいる時とかって何してる時間が多かったですか？自分その音楽する人だから、基本ずっと作曲とか歌とったりとか、なんかあんまりコロナになったから変わったってことはなくて、ずっと家にこもって音楽やってっていう、ライブがないとかそれくらいですかね。でもそれきついっすね、ライブがないのも。そうです、メインみたいなもんですからね。そうですよね。エネルギーの交換みたいのがちょっと長らくできないってなるときついですね。発散する場所がなくて、
ちょっと悲しいですよね。そうですよね。普段から見てくれてる人と触れ合ってこうエネルギーもらえるじゃないですか。今はこの感じなんでもう文字が多くなっちゃってるじゃないですか。字として受け取る。嬉しいけどやっぱ直接のこう顔見てとか声を聞いてとかでエネルギーをこうもらえるとより力出ますもんね。そうなんですよね。それがそうなんだよな。いやもう早く終わってほしいです、コロナウイルスの。そうっすよね、はい、大丈夫ですか右手携帯こうずっと持ってるからめっちゃ手が視聴者さんと会う機会はまずないから、だから生放送の回数を増やして、こうリアルタイムに流れるコメントを見てなんか元気をもらってますね見に来てくれる分ありがたいです。そうですよね。これ買っといてよかったなと思ったアイテムって何かありますか？はいそれで声裏返った珍しいですね。久しぶりに人と喋ってるから声がうまく出せないもうなんか時間あればいつでもなんか喋り相手になりますので喋ってください。全然今の喋ってくださいも若干上ずってましたもんね電気毛布ずっと家にいるから、エアコンずっとつけてると風邪ひいちゃうんですよ。まあ確かにちょっと体調崩す方いらっしゃいますもんね。だからその電気毛布をもうずっと電気毛布と一緒に移動して、こう行く先々で電気毛布つないでこう車ってもうスタンドみたいな状態なんですね、電気毛布移動すと横にいるみたいな。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。失礼しました。バイバーイ。歌い手の方々とスマブラさせていただいたんですけど、めっちゃ強かったんで、やっぱ楽しいですよね、強い人と戦うのは。それではもう時間なので次いきます。総合格闘家の堀口恭司です。よろしくお願いします今おいくつなんですか？今26です。26歳ですね。すごい若いですね。26で、格闘技昔から本当大好きで、マサトさんとかあとキッドさんとかの世代とかのあれも見てましたし、大晦日とかは絶対に僕格闘技見てましたね。そうですよね。自分もその頃はずっと見てましたもんね。やっぱり大晦日のライジングのおめでとうございます、チャンピオン。ありがとうございます。ありがとうございます。あの試合で僕なんか2個かなり大きく日本の格闘技を見始めたっていう人にすごい伝わったなって思うのが、2万回ぐらい堀口さん多分言われてると思うんですけど、カーフキックYouTube とかで、その蹴ってくれとかが多かったですねケツキックみたいな感じになってるんですね筋肉が薄いので、すぐ効いちゃうんですよね。なんかいきなり足が動かなくなっちゃうんですよ。足首がこうずーっとこうピョイーンって伸びたままになっちゃうんですよ。肘ぶつけた時のビーンっていうのとあれに似てる感じなんですかね。それに似てますね。もう足が効かなくなった時はもうそんな感じですね。家で立ちましたもん僕。うわーって本当に堀口選手も多分チームがって言っていたと思うんですけど、その格闘技は個人種目じゃないんだよみたいなのがすごいこう今回伝わったのかなっていうのが思いましたね、見てて。やっぱり勝てる選手はちゃんと研究してチームで戦ってるんだよっていうのをやっぱ見したかったですよね。あの試合で多分日本の競技レベルがさまざまな競技レベルが1個あの試合でガンと上がった気がしました。格闘技を盛り上げたいので、そういうことを言ってもらえるとすごい嬉しいですよね。いや立ち技の最強のトーナメントがこう雷神で行われるって時に那須川くん、やろうよって言ったじゃないですか。あれなんでちょっと真似したんですかいや僕めっちゃ見てます。あそこキッドさんがマサトさんに対戦を申し出た時のがちょっと頭によぎったんですよね。そうですね。格闘技やっぱ盛り上げないと、全然盛り上がってなかったじゃないですか、それまで。確かに一般的にそうですね。その一戦でどんどん盛り上げていきたいなと思ったんで、ああいうことを言いましたね。キッドさんも言ってて、自分も憧れてたので、そうです。自分が盛り上げられたらいいなと思ってましたね。通り名みたいなやつあるじゃないですか。史上最高のメイドインジャパンってめちゃくちゃかっこいいですよね。てかあれ誰がつけてるんですか今のところ一番強かったなっていうのはやっぱデメトリウス・ジョンソンですか？力とかはそんなになかったんですけど、うまいっていう感じですかね。相手のできないことをやってくるっていう感じなんですよね。そこで勝負をしてくるので、だから本当に誰が相手でも勝てる選手、付き合わないっていうのに特化してる。そうですね。ちょっ
とだけ場所変えていいですか？はい、大丈夫ですんで。なんか電波めっちゃ悪い。天心くんにあれ、お尻蹴られてましたよね。めっちゃ蹴られました。はい、それなんか自分もやりますよ。お願いしますとカーフキックだけはやめてください。プロになって生活していこうと思ったのっていうのはどのタイミングなんですか？自分が高校2年の時にプライドとかにハマって、で、はい、その時にもう俺は格闘技一本で生きていくって決めてましたね。決断力もあったんですね、ここだっていう。決断力っていうか、ちょっとやっぱバカじゃないとできないですね。やっぱり多分 YouTube とかもそうじゃないですか。そうですね。まあ今はみんなやってますけど、やっぱ昔とか全然やってなかった時にやっぱりそれ一本で食べていくってなったら、ちょっとネジ外れてないと無理ですよ。まあそうですね。まあめちゃくちゃバカって言われましたね。やっぱり日本から出て世界に行ってる人、 UFC にいる段階からもっとニュースやればいいのになとかすげえ思ってて、その時に。まあでも UFC とか総合格闘技、しかも金網じゃないですか。そうですね。やっぱり日本はちょっとグロテスクっていうか、金網って言われた瞬間にもうなんかそれデスマッチのバトルなんじゃないのみたいな。そうですよね。そんなイメージですもんね。当たったら電流流れるんでしょみたいな。そうですね。そんな感じになっちゃう。勝手にこれからもものすごい応援させていただきます。ありがとうございます。おうち時間が長くなったじゃないですか。これ買ってよかったなって思うアイテムって何かありますか？ハイパーアイス、ハイパーボルトっていうこのマッサージ機で、自分がその凝ってる場所にピンポイントにこう当てられるので。へー、長年聞きたかったことが聞けてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。通話できてよかったです。次、お疲れ様ですお疲れ様。寝てないんすか？今寝てない。これやりたくなってる顔してますもん。もうそろそろちょっとコントローラー持ちたい。そう。コントローラー持ちながら電話していいっすよ。本当ありがとう。じゃあ持つわ。YouTube 見てますか？それこそ最近その勢いに乗ってる人たちっていうのは結構見たりしますね。俺はどっちかっていうと音楽が結構多いイメージで、フィッシャーズさんがタタインさんと作った曲とか俺めっちゃ聴いてます。マジっすか？今日なんかすごい決まってんね。これ今から撮影なんですよ。ああ、そうなんね。すげえ本腰入れて電話してんのかと思って今。ものすごいかけて電話してんのかと思った今。学生の頃さ、2人ってどんな感じだったの？ずーっとサッカーでしたね。なんでもうずっとサッカーだけでした。サッカーだけ。こう終わったらすぐ家に帰って、インターネットやってたんですよ。全然正反対だね。運動担当なんで、スカイピースの。そうね、そうね。全然ですね、運動。でも一応野球はちょっとやってました。あ、そうなんだ。小学校4年から中3までキャプテンやってました。意外。意外ですよね。めっちゃ意外。だからよく逆にテオくんがそのインターネットの動画と出会ってくれたよね。ほんとよね。LINE で、そう。エミオさんを見て面白いと思って、その時部活ちょうど引退ぐらいで見始めたんですよね、LINE を。で、部活引退して時間があって、自分就職も決まってたんですよ。大工だったんで。もう決まった状態で、ちょっと時間あるな、動画やってみようみたいな。そうですね。もうその当時のやつがかまってのやつよね。そう。いやもう当時見てたもん俺。マジっすか？だから俺もちょこっとバインやってた時期があって、ここで YouTube で出会うんだっていう感動はぶっちゃけあった。シルクさんとか、柴湯さんとかがこうバイン上げてた時に、バイナーだと思ってましたもん最初。確かにこのバイナーおもろいと思ってて。なんかおうち時間が増えてさ、買ってよかったものってなんかある？一瞬なんですけど、トランプを買って、マジックです。トランプマジック。1日に1マジック覚えるっていうのを2週間くらいやって。すごいよ。ずっとMac だったんですけど、Windows 買ってゲームの生配信を勉強して、で瀬戸康史さんの動画とかめちゃくちゃ見て、もう瀬戸康史さんとかジェット大輔さんとか上のもう最初っからいる YouTuber さん、 YouTuber からしたらもうほとんどジャパネット高田と同じだもんね。もう人が言ってんだから間違いねえ、買っとこうみたいな。今度またスマブラしたいね。いや、したいっすね。強くなってるんで俺たち。本当？強くなってますよ。俺もちょっとしっかりと各キャラ磨いとくわ。またお任せで倒さないんですよ。やばいお任せで倒
直されるのも情けなさすぎる。ありがとう。じゃあね頑張ってください。バイバーイ。忙しい中ね、スカイピース出てくれました。ありがとうございます。謎解きクリエイターの松丸と言います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっといつもはい動画で見てるんで超緊張してますけあ、ど。本当ですか？で鬼ごっこのやつ、100分間のそうですそうです。あれ、はい超好きですね。いろんなゲストが出てくれてお祭りみたいになってるやつですね。あ、そうですそうです。はい。年齢って近いですよね。僕今25です。1994年なので5年ですか？はい。あ、僕5年です。あ、じゃあ同い年ぐらいですね。トリビアの泉、IQ サプリとかあの辺。そうです。IQ サプリめっちゃ見てました。本とか買ってました。あ、同じです。あれめっ僕ちゃ面そこから実白かったです。は謎解きハマって謎解き作るようになったんで。IQ サプリからなんですか？そうなんです。へあれが僕の元祖ー。です。110みたいな IQ 出るじゃないですか。で120で解けた時一瞬自分を天才かと思ってしまうっていう。いや、わかります。いや、僕それでなんか東大生レベルみたいなの見て、はい解けた時に、はい俺東大受かんじゃねって思ったのが始まりなんですよ。でも実際はなんとか受かりました。おかしいんだよな。企画で言うとなんか今度ババ抜きやりますよね。やりますはい。それが超楽しみで今、あ、本当ですか？はい。 2回戦あったら兄弟で、うーわ、強そういやでもぜひぜひお願いしたいぐらいです。謎解きをそれこそ考える時って考える側もひらめかないとダメなんですか？こうしないとこれが生まれないとかっていう、そういうのって結構すぐ浮かぶもんなんですか？スランプ入るとひどくて、僕1ヶ月ぐらい1問も作れなくなった時期あります。あ、そういう時もあるんですね。この謎解きの会社の社員が助けてくれたりとか。なんかいろいろと本があるんですね。あ、そうですね、本とか。なんですかそれ？なんかあれダイナマイトっすか？これ起動してる。起動してる？そうだな、手紙が書いてあるんですけど、始まってるよ。フィッシャーズシルクロード様へスリリングなゲームを用意しました。うわ、松丸さんだな。今からはい15分以内にこの爆弾を解除できないと、松丸くんが吹き飛び、ネットニュースになります。なんだそれ。助けてください、シルクさん。いや、頑張りますけど。白、赤、黒のなんか切れるコードがはい、ありますね。なんかハサミもあるんで、はいもしかしたらこれ切れってことなのかな。あ、紙がありました。 A の B の CD、A の B の CD、A の B の CD？ AABCD って4つ紙がはいありますね。はいはい。A こんなのありました。ダーマとツリーだな多分。イコール松ダーマさんと次松ハテナに入ることなんでしょう。ダーマツリー真ん中が松になってんだよな。ってことは残りの文字ってことかな。リーダあ、リーダーできた。ー順調そう。ちょっと待って、 2211イコールそれ何ですか？ミーカーこれなんかさっきわかった。マサイの2文字目だがサで、早っ。紫の2文字目が伸ばし棒で1の元木だからサーモンだ。んだほの1、はいはいはい。ってことはマサイの1文字目がまんだほの1文字目がザカオだからカだから真ん中。お、真ん中。曲げる勝つ。めっちゃむずそうこれ。これむずいな。これ矢印なんでこんなにいっぱいあるんだろう。緑のと黒のと点々のやつが。ああ、そういうことか。点々になると濁点が消えんのか。緑が反対のものになって、あ、わかった。1文字ずらしか。おー、なるほど。さが落ちて、で木が上に上がるのか。で鹿黒を。めっちゃ謎解けるじゃないですか。本当ですか？やった。めっちゃ早い。丸の反対×から濁点を抜く。で、はいはい。発で、発の1個ずらし71になりますね。でもう1個ずらすふたこれ段ボールのリサイクルマークの矢印の順に答えは文字。こうっすね。はい。リーダーの真ん中の蓋の文字。リーダーの真ん中の2文字。
お、リーダーの真ん中の2文字。リーダーの真ん中の2文字はシルクロード。黒だ。いいですか？はい、黒を切ってください。やばい、めっちゃ早い。あと5分ありますよ。切っちゃっていいですか？はい。黒です。はい。爆発したんだけど、爆発したじゃねえか。松丸くあ、松丸さん、爆破しちゃいましたよ。大丈夫ですか？爆発しちょっと松丸さん、頭より体の方が強い説出てますよ。松丸さんめちゃくちゃ丈夫じゃないですか。リーダーの真ん中の2文字、リーダーっていうのはもちろん、まあ、僕でシルクロード、はい。なんでで真ん中の2文字は黒、ですね。はい。あ、なんでわざわざ緑色の矢印。緑色の矢印って何でしたっけ？白だー。逆だ。うわー、そっちかー。うわー、やられた。もっと考えるべきだった。うわ、めっちゃ悔しいっすねこれ。いや、最初に見せられたからもう当たり前のもんだと思ってたな。なんかいくつかネタが入ってたの気づきました。ダーマさんが入ってたりとか、はい、あとメンバーカラーだったり、メンバーカラーだったり、はいはいはい。これ一番右に実は葛飾。はい、葛飾が入ってたりとか。ありがとうございます。地元の。いや、でも本当ありがとうございます。このテレビ電話で。いや、ありがとうございました。やってくれて。みんなに聞いてるんですけど、おうち時間で家の中で何かこう、自分がおすすめな、好きな、なんか気に入ってるアイテムってありますかって聞こうと思ったんですけど、多分ダイナマイトっすよね。あ、ダイナマイトっすね。友達に突然リモートで謎解き仕掛けるのにちょっとハマってて。特殊すぎるよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。本当にすごいな。松丸さんが思った通りのところでミスりました。残念。また次の方に電話しましょう。さっきの謎解きのおかげでちょっと頭が動いてきた。おお、びっくりした。ミッツマングローブさんです。後ろのそれマネキンですか？いえいえ、家族です。家族？あと16人います。16人もいるんですか？じゃあ合計20人いるんですね。あとベランダに5人います。めっちゃいるな。なんでベランダに出しといてるんですか、その家族。普通のものが落ちるより怖いですしね、マネキン落ちたら。そうなのよ。どういう風の吹き回しでこんなご指名いただいちゃった喋ってみたい。だからラジオとかも何回か聞かせていただいたりしてて。やだ、何聞いたの？いや、何聞いた。普段 YouTube とか見ますか？全然見ますし、私やってるんですけど。一応チャンネルあるんですか？やってはいるんじゃないですけど。すいません、ごめんなさい。すいません、ごめんなさい。グループ活動私もしてましてですね。あ、グループなんですか？歌歌ってるグループやってて。なんて検索したらできますか？Perfume。パフュームもいますよ、3人。間違えました。ごめんなさい。キャンディーズ。キャンディーズもいますよね。星屑スキャットっていうグループなんですけど、私もフィッシャーズのこと何も勉強してないけど。ニッツさんが YouTube やられてるっていう絵がまだそんなに、まあその YouTuber 的なことをやってるっていう。それはない。はい。っていうイメージが全くわからすぎて、ちょっと喋ってみたいなって思ったんですよ。はい。私もその YouTuber の人たちってよく話喋れるなっていつも監視して見てますよ。シルクさんすごいナイスボディのね。そうですね。筋トレとか昔からスポーツ大好きでやってて。ググって男のずっと見てるんですよ。クイズ番組出てそうですね。ネプリーグに出させていただいて、今いろいろとこの電話企画で、今もう36時間ぐらいぶっ通しで電話してるんですよ。何の得にもならない無茶をするのが YouTuber。身がズタズタになるのが楽しくてしょうがないんですよね。でもその36時間ずっと張り付いて見てる人はいないわけでしょ。そうです。後で編集するだけなんですけど。じゃあいいじゃん、嘘つけば。ごめん、Uber Eats来ちゃった。なんかだんだんヒゲが伸びてきたとか、そういうちょっと疲れてきたみたいなとこも映したいんですよね。今おいくつなんですか？今僕26です。高校生ぐらい、中高生ぐらいの時がおねブーム真っ只中だ。そうですそうです。思った通りの方でした。電話で喋ってみて頑張ってすごいギア上げてるんで。ってことは結構オンオフのスイッチとかあるんですか？超ありますよ。そうなんですか？天気悪かったりすると舌打ちしますからね。ミスターって言われる。後で言われたりしません？それなんか3つに舌打ちをされたみたいな。いや、いいです。そういうこと書くやつって別に金落とさないんで。
強いな。本当に世間なんて絶対信用しちゃダメよ。ミッツさんの頬杖つくと説得力2倍ぐらいになりますね。どの辺にメモリを合わせりゃいいか、本当の電話だったら、はい。そんなこと聞きますよ。めちゃくちゃやめてください、じゃあ。2丁目の人たちとかってすごいその辺ルックスにシビアだから、多分シルクさんとか絶対モテると思う。あ、僕いけるんですか？すぐにでもスカウトしたいぐらい。後ろがずっと気になりますね。こいつらね、あれだ、喋んないからいいのよ。私小さい頃からずっと夢だったの。兄貴と一緒に生活をするっていう。作り物が好きなのよ、何でも。僕も半分作り物だと思ってるから、早く人間になりたいなじゃなくて、早くこっち側に行くからじゃない。妖怪人間の逆の状態なんですね。そう、まだこの子たちの力を借りて男を落とせたことはないんだけど。まあ、これ以降もちょっと。すいません、今日長々とお電話。いやいやいや。本当に初めてなのに本当楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。使えるとこ使えないところめちゃくちゃはっきりしてる。全部は流せない。ごめん。すげえでも面白い方でしたね。飯が済んじまえばな、元気になるわ。さあ、こっからね、数件電話させていただいて、ちょっと休みます。お疲れ様でーす。水上そうです。研修医やっております。いやー。なかなかね、人と会う機会もなくて、すげえ疎遠になってしまって悲しいんですけれども。そうですよね。なかなか会えてないですもんね。全然会えてなかったですね。もうなんか1年ぐらい。そうなってませんでしたっけ？勝手にちょこちょこ会ってる気分になってました。いや、会いたいですけどね。そうですよね。ポンコツ研修医なんですけど。何がポンコツ研修医よ。あなたほどの頭脳を持ってる人がほとんどこの国にはおらんってぐらい頭いいんだから。多分ここ1年ぐらい本当になんかメディアでほぼ出てないので。そうですよね。なんかもう消えた人間だといや絶対ないと思いますよ。消えた人間にはなってないですよ。そうか、1年越しぐらいのこうやって多分、まあ、動画とかこういう感じで顔が出るってことですもんね、多分。そうですね。ありがとうございます、マジで。全然、むしろ連絡嬉しかったです。あ、本当ですか？よかったよかった。それお家ですか？今家です。めっちゃ綺麗ですね。まあね、ちょっと片付けとかねしたんでね。昨日連絡したらちょっと片付けときますって。怖いから。水上くんと僕誕生日一緒なんですよ。合同誕生日ね。そう、合同誕生日。こう一緒にご飯とか食べてる時に誕生日いつみたいなくだりになった時に8月19です。みたいな。初めて見ましたね、自分と誕生日同じ人。なんか YouTube とか見たりとかしますか？今この段階。働くと見るようになりますね、むしろ。むしろスマブラのゲーム実況よく見ますしね。そういうことか。はいなーって。偏差値というか、そういうのとかってどのくらいあるんですか、水上くんは。最後に気にしたのは多分中学生とかの時ですね。かっこよ。いや、75とかなんじゃないですかね。やっば、結構こういうのルーズなんですよ、基本的に数字とかに。どうでもいいか。興味ない。一応ね。一応じゃないよ。メガネ食い。お題やらせてもらってるんで。はい。ちょっと今度卓球教えてください。ぜひやりましょう。やったー。ちょっと休みの日にもうなんかちょっと気晴らしにでもおうち時間ってみんなが言ってるその時間に買った気に入ってるものって何かありますか？服1着2着ぐらい新しく買って、でまあ医学書類数冊買って、ぐらいなんですよね、多分。なんか買ったものっていうと。いや、なんかすげえ頑張ってんなと思うわ、それ聞くと。何より健康でよかった。よかったよかった。読んでいただき本当にありがとうございます。またなんか休みの時、まあね、こういう今世の中だけどもっと良くなってったらまた飯行きましょう。ありがとうございます。ありがとう。またね、ゆっくり休んでください。どのタイミング？水上くんお風呂入ってください。せーの、パパラビーズです。太ってる担当ジンジンと申しまして、今年26歳、シルクさんためですね。27歳になります、今年で。意外と少ないため。少ないですよね、やっぱ。少ない。もう水たまりのカンタと万ユンのユンちゃん。大丈夫そうって最初に言い出したのってもしかしてジンジン？リア友が言ってたのを、まあ最初はパクったつもりで大丈夫そうってふざけて言ってたのが、本気で使うようになっちゃって、それで動画ですごい言っちゃったりそれでなんだ。流行語みたいな、若者に流行った流行語にこう、大丈夫そうと、あとなんとかさせてもろてっていう、そのもろてっていう語尾、その2つの言葉がこう流行語にこうランクインさせてもらってというか。僕名古屋なんですけど。名古屋なんだ。
そうなんですよ、なんかこう喋り方がなんか、こう三重弁というか名古屋の三重寄りというか、岐阜県に住んでたりとかなんか変なこう喋り方が別に何にも意識しないんですけど、ミックスされてるんだ。ミックスジュースっていうことですね。違いますね。19年からじわじわじわってなってパンっていうイメージなんだけど、合ってる？合ってます。そのじわじわっていうところを知っていただいてると心が嬉しかったです。いやもうそうじわじわってきていきなりバチーンって当たったイメージが。一番驚いてるのは僕たち自身で、結構ずっと去年はもうハテナマークがずっと頭にあった感じで、なんでっていう感じで。どこにあったのハテナマークは？右上のここら辺ですね。ここ？ハテナマークが。そうね、今はちょっと消えてるんですけど、ここら辺にずっと。すいません。ほんまに。ごめんなさい、お待ちください。あ、シルクさん？シルクさん？どういう状況？ごめんなさい、Wi-Fi 悪いですか？それ頭見えてます。見えてる？ YouTuber の方を見るときは研究として見ちゃうっていう意見がめちゃくちゃ多くて、サムネとか同じような企画をちょっと検索してみて、サムネとかやっぱそうですよね、内容を確認したり、 YouTube っていうのは僕たちにとって自分の動画を作る上で、こうヒントじゃないですけど、そういうものを拾っていく、拾うためにこう見る、教科書みたいな調べ物みたいな感じ。あ、ちょっと寄っちゃってます。大丈夫ですか？いきます？大丈夫そう？ちょっと聞いてた。なんて？教科書、ヒント集めるための材料みたいな。しっかりよかった。どこまで聞いてるんかな思ったらよかったです。ちゃんと聞いてくださって。見たとしても、サムネとかそういうクリエイター目線的に見るみたいな。聞け！学生時代のちょっと話したいんだけど。絶対興味ないやんか。いや、ある。いい加減にしてください。あるって。どこに台本あるんですか？いや、ないよ。今から聞くリストみたいな。ねえ、いけないよね。これマカロンの作り方、アーモンドプードル。ほんまよ。そう。それはほんまにごめんなさい。学生時代はでも、今こう「いやー!」って言ってるんですけど、やっぱりどちらかといえばこう聞いてますか？ちょっと待って、アーモンドプードルとなんかね必要なんだよ、マカロン。ちょっと待ってね。一軍のなんかはっちゃけてるグループがいる前ではちょっとおとなしめにいいこぶるんですけど、いなくなった瞬間、マジ勝也の顔見た？あいつなんか調子に乗ってね、すごいなみたいな、ちょっと、で一軍の子たちが来たら、勝也髪型かっこいいみたいな、ちょっとそういうポジションでしたね。でマカロンどうですか？聞いてますか？本名が勝也ってことでしょ？違います全然聞いてないですよね。僕は本名佐藤浩二なんですけども、聞いてませんよね。いや、どういうこと？佐藤浩二は大丈夫？使って言わない方がいい？もう言っちゃってる。全体でいうそのチャンネルの再生数的には総合再生みたいなチャンネル。最近の5億回は言ってました。5億回以上でした。早いなマジで。やめてください。フィッシャーズさんに言われるって、もう頭下がらないです。ほんまにありがとうございます。いや、頭上がらないとかじゃないかな。笑いのところでこう競ってるのかなと思いきや、意外とちゃんと YouTuber っぽいこう数字っていうところなのが、今後なんか YouTube 全体の数字が上がるんだろうなと思って、今ちょっと嬉しくなりました。じゃあ私が影分身の術したら YouTuber がもっともっと。影分身こっちね。あと私何やってました？僕それ消えるやつ。何これ？それドローンか。すいません。じゃあもうドローンのお時間。そうだね。バイバーイ。嘘でしょ？今日ちゃんと初めて喋って分かりました。ジンジン相手にはふざけていいです。続いての方です。むちゃくちゃお世話になってる方です。皆さん、山下智久と申します。シルク君の友達です。よろしくお願いします。ありがとうございます。久々ですよね。そうですよね。これが噂のシルク君ハウスなんですね。これ好きなものばっか埋めて、スラムダンクとか好きなんで。最高ですね。本当にドリームハウスですねマジで。24時間。そうですね、24時間分いろんな方々と電話する。だからか、なんか眠そうな顔初めて見た。そうですね、ちょっとここが落ちてきてヒゲが生え始めました。いやそれはそうですよ。それはそうですよ。おうち時間の時とかも山下さんからこう
大丈夫ですかみたいな心配の本当メールをくださって、ちょこちょこねメールさせてもらって、本当になんかあれでめちゃくちゃモチベ上がりました。いやもういつもありがとうございます。なんか本当にこちらこそ連絡するためにまた焼肉行きましょうなんていう話を、早く実現できるといいなと思ってて。そうですよね。またなんかいろんな話できたらいいなってずっと思ってるんですけど、ああいう時間が一番楽しいからね。やっぱりそうです、モチベが上がる話がファンクラブおめでとうございます。すいません、私事なんですけど、すいません、ちょっと試行錯誤しながら、おめでとうございます。ありがとうございます。お家でのそれこそ過ごし方っていうのはやっぱ変わりましたか？それこそ友人たちと電話する機会も増えたし、でもそんな中でやっぱ家でできるなんか今しかできないことをやろうよっていうような話になって、僕はなんかちょっと読書を多めにしてみようかなとか、あとは今までちょっとお恥ずかしい話なんですけど、深くアニメを見たことがなかったんですよ。ビンジウォッチしたことがなくて、ワンピースとナルトを見まくってます。少年の気持ちもめちゃめちゃ思い出して今僕燃えてるんですけど、こう努力とか才能っていう話とかそうですもんね。忘れてた何かをこう思い出させてもらって、めちゃくちゃ学ぶこと多いですよね、あれ。まあそうですね。嬉しいことに YouTube 界のルフィって言ってくれることがめちゃくちゃ多いんですよ。言ってくださることがやっぱちょっとワンピースの仲間感っていうかチーム感みたいなの結構参考にすることが多いです。好きなシーンとこ止めて写真撮ったりしてます、名言シーンみたいなところが。逆に何やってたんですか？僕は家ではレコードを聴いてましたね、ずっと。僕今レコード、中島みゆきさんの時代を聞いてからレコードめちゃくちゃいいなと思って、今家にいる時は1回の視聴をちょっと大切にしようと思って音楽を1回をすごい集中して聴くっていう時間を。一曲のね重みが変わってきますもんね。ちょっとレコードで今出てるレコードとかを探して漫画とかレコードとかそうです、そっち系の趣味がより濃くなりました。今だから気づけることがそうですね、割とこう、競争社会で生きてきてた部分があったんで、ストレートなピュアなジャンプ感をなんか思い出してよかったなと思って青春感をご活躍を見て、世界的なご活躍を見て、僕も本当マジで頑張ろうって毎回思えるようになりましたね。その山下さんと知り合えてからいろんな情報を見て。いや僕こそめちゃめちゃ勇気もらってるんで、いつも。本当ですか？フィッシャーズのファンの方にはめちゃくちゃ申し訳ないんだけど、僕直接生で会わせてもらってるじゃないですか。めっちゃ元気出るから。本当ですか？嬉しいです。そう、いやマジ本当、なんか空気感に触れると、よし俺も頑張ろうって僕も頑張ろうって思えるんで、まさにルフィだから。いや嬉しいです。いや見るところがやっぱりかっこいいなと思うし、ありがとうございます。めちゃめちゃ刺激もらってます。僕も鬼ごっこにちょっと出てくださいませんかでいいよって言ってもらえて、あれあったじゃないですか、100分間鬼ごっこ。いやあんなワクワクしたの久しぶりだったっすね。いや嬉しかったです、それを聞けて。いや鬼ごっこってこんな楽しかったっけみたいな。なんでもっとやらなかったんだっていうもっとやらなかったんだ。終わってから登場シーンの映像って撮ったじゃないですか。あの時いつもマサイがこう、そういう時カメラやってくれるんですけど、マサイが僕にすっごい小声で「いや俺山下さん撮っていいのか?」って言ってました。いやかっこよく仕上げてくださって逆になんか本当ありがとうございました。本当もう。でも2人のチームワークすごいなと思って、なんかあうんの呼吸でやってたじゃないですか。もうで撮影もだってほんと一瞬で撮り終わっちゃったし。そうですね。なんかこういうスピード感で長年のなんていうんですかね、こう息の合った感じでパパパパーって作っちゃうから、ドラマとかやらせてもらう時とかって本当ワンカットになんかこうすごいやっぱ時間かかっちゃうんですよね。なんかやる手順も多いし、それ以上のクオリティのものを一瞬でこうバッて撮るっていう、なんか2人のチームワークに俺はすごく感動と驚きと刺激をもらいました。パパって見てロケ地見て、これでこうしてこうしてああしてこうしてってなんか即座にそのシルク君の頭の中にバッて出てきてる感じとかも、いやマジで勉強になります。そこを逆に見られてるとは思ってなかったです目隠ししながら気配斬りやりましたよね、一緒に。やった
ちょっと燃えましたね。燃えましたね。こうやって「どこだえい!」とか言って。シルク君といると子供の時の気持ちを思い出しますわ。なんでこんな楽しいのっていうか楽しいからって全神経を研ぎ澄ましてもうどこにいるんだシルクは今どこにいるんだって僕やってたのすげえ思い出します。おうち時間の時に買ってよかったアイテムみたいなのってありますかね？ぶら下がり健康器みたいの買って、それを使ってトレーニングして、で意外とぶら下がってると全身こうガッてリラックスしたりするんで、それはすごい良かったのと、あとヨガマットでなんかストレッチとかしてましたね。やっぱ体のケア大事なんだな。本当に今現在の話、もう何十時間も僕ここに座ったまんまなんで、ちょっとヨガマット送ります。いいんですか？すいません、ありがとうございますめちゃくちゃストレッチします。すいません、なかなかありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。お体にはお気をつけください。シルク君も、これ終わったらゆっくり寝て。はい、そうですねありがとう。すいません、おやすみなさい。ありがとうございました。めっちゃいい人なんです。カメラのデータ整理とか終わったんでもう寝ます。いやー、少しね休憩できました。もういいや、もう全然見えねえけど、もうまあそれとしよう。スッキリ次ゲスト鈴木さとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと前に僕テレビを実家で見てた時に水泳見てたんですよ。ツイッターで絡ませてもらって鈴木さとみさんが出てきて、その時普通に記録をバーンって取ってた時だったんですよ。50メートルで日本記録出したので。そうです、その時です。いろいろとお話は聞いてたんですよ。鈴木さとみさんが動画を見てくれてるっていうのとか。フィッシャーズパークを僕が作った時に確か来てくださいましたよねしれっと遊びに行きました、友達と実はすごい噂になってて、一目でわかるアスリート集団が来て、ようようちゃんと見てみたらオリンピックの方たちでしたっていうフィッシャーズを知るきっかけを作ってくれた同じ水泳の小西杏奈選手と2人で遊び行きたいねっていう話をずっとしてたんですよ。もう2人ぐらいなんか誰か連れて行こうかと思って、自分の所属のレスリングの文田選手とその友達も連れてプロの方々も来てくれるっていうところをこう作れたのがめちゃめちゃ嬉しかったんですけど、もうフィッシャーズ相当面白いんでさとみさん見てくださいって見せてもらって、私も沼にはまったという。あ、そうなんですね。ありがとうございます。50m だとどのくらいでしたっけ、タイム？30秒64ですね逆に小学校とか、学生の時って 25m プールじゃないですか。そう、もう今でも 25m のプールで練習はやってるんですけど。そうなんですね。 25m はどのくらいなんですか、タイムは。 25m ですとだいたい平均で14秒前半とかで、自己ベストが13秒9ですけど、めったに出ないです。普通の人のクロール以上に速いってことだ。夏場にプールで企画をされてたじゃないですか。やりましたあれもすごい見てたんですけど、うわ嬉しい。すごいポテンシャル高いなと思いながら。嬉しい。何回か書いて蹴ってってやったらもうすぐって感じですよね。6、7回書いたらもう 25m ついちゃいます。そう、テレビでこう記録として出るのって 50m がやっぱ多いわけじゃないですか。 25m 泳いでしっかりとした記録を聞くとより化け物ですね化け物いっぱいいますよ。キングダムハーツとかも結構やってます。心に響くところが多いんですよね。音楽もそうですし。そうです。なんかこうプレイしてる時間あるじゃないですか。その時もそうなんですけど、早くイベントに行きたくなりますよね、あれ。あ、わかります。レベル上げ、スキル上げよりもはよムービーシーン来んかなってそうなんですよ。一本の映画を見に行ってるみたいな感じですよね。本当にそうなんですよ。だからシルクさんが、ツイッターでこれもはやもう映画やんってつぶやいてる時も、私もうわめっちゃわかるって思いながらそうなんですよ。めっちゃ面白いですよね、キングダムハーツ。もうそれのために PS4 買ったみたいなもんですから、僕も。どんくらい、それこそ距離でいうとどのくらい泳がれるんですか？
今現在はだいたい距離にすると5、6戦ぐらいですけど。1日の練習でですか？いや、1回です。1回？もっと泳ぐ1500メートルの方とか、長距離泳ぐ選手の方は8000から1万とかは泳いだりしますね、今の時期。葛飾から埼玉までなら一瞬で泳ぎ終わりますね。家にいる時にお買い物とかって結構しました？ネットショッピングとか。GoPro を買ったり、はい。あとは、今も使ってるんですけど、リングライトを買ってみたりとか。YouTuber で唯一照明がないんですよ、僕ら。ないんでしたっけ？そうなんですよ。実は僕が照明見ちゃうとくしゃみ出ちゃうっていう。なんか動画で見たな、紫外線こうパッて開けるとくしゃみ出るっていう。そうなんですよ。僕もう光くしゃみ反応が出ちゃうんで。こんなのもあってよ。俺じゃないですか。チェーンのついたタイプ、あれは頑張って全種集めますよ。すげえ、ありがとうございます。一つの大会で3つのメダル取ったのって多分女子スイマーの中で初ですよね。女子スイマーもですし、女子アスリートの中でも初めてだったらしい。いや、私も驚きでした。はっていうような。僕も頑張んなきゃなと思ってめちゃめちゃちょっと今モチベがちゃんと上がりましたね。どのタイミングで電流出してるんですか今。パッてさとみさん見たら電流に食わせたのびっくりしました今。いや、頑張ろうマジで。お体にはお気をつけください、本当に。いや、そちらも気をつけて。すいません、ありがとうございます。アデュー。ありがとうございます。すいません。オリンピックの水泳選手鈴木聡美さんでした。でもう鈴木聡美さんがねこう出てくださったこの機会に本当にね視聴者さんのいつものメッセージ、リプライとか見させていただいてめっちゃ元気もらってるんで、ほんといつかね視聴者さんとこう電話するなんかそんな企画もね撮りたいなと思ってます。フィッシャーズファンの皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。いやー24時間電話してんの？24時間分電話してて、いろんな作業とかもあったんで、でも結局ずっと起きてたのは40時間ぐらい。やばいやばい。でちょっとだけさっき休憩してもう一回始めてるって感じです。すごいことやってるね。YouTube は見てますか？YouTube は見てますか？いや YouTube は見てますよ。関さんどんな動画見るんですか？車とかですか？よくわかってるね。やったー。車と音楽が多いかな。UM のねクリエイターの動画とかはもちろん見るけど。車だって今何台お持ちですか？今4台。やばー。分裂してセイキンさん乗ってます車？レクサスと、うわ、アルファードと、ランボルギーニと、フェラーリ。いいっすね。ちゃんとこう登ってくのいいっすね。ほとんど家族で移動するときはアルファード。やっぱそうですね。こう荷物も運べるし大人数乗れるしってなるとそうですよね。やっぱりね、そうだね。結局一番使うのはアルファード。荷物積めるし、そう移動も便利だし、長時間乗っても楽っていうね。石原もどうですか？フェラーリあたり。いやいきなりどうしたお前らってなりますよ、僕ら買ったら。ダホが乗れるのかどうかっていうところ。一瞬で多分擦ると思いますよ。多分擦るね。まず重さで車高が下がっちゃうから。火花散らしながら走ることになりますよ。夢あるなってやっぱ見させていただいて思いますね。スーパーカーのそういうのは。まだ興味ない。僕は、教習所あるじゃないですか。教習所で、卒業したんですけど、免許試験のところまでたどり着けなくてそのまま執行になりました。そうなの？神がかり的に方向音痴で。それはちょっとまずいかもしれない。そうなんですよ。絶対的に迷うんで。それはもう任せといた方がいいかもしれない。そうですね。でもシルクの場合ほら本とかにお金使ってるでしょ。そうですね。漫画とか、ね、そうですね。でも音楽つながりで言うとレコードとか。レコードが最近好きで、もう昔の J-POP と邦楽とかを聴くのが今すごいハマってて。何歳でしたっけ、ちびきん？今まだ2歳なんだけど。うわなんかもういつかちびきんに合わせてください。ぜひぜひ、もうね、機会があれば。子供めっちゃ好きなんで。だからちびきんで言うとめっちゃフィッシャーズ見てんだよ。そうなんですか？アスレチックだね。そうなんですね。めっちゃ見てるよ。ずーっと同じの見てるから、リピートしても。このぐらいやっぱりね面白いみたいで、もううちずっとテレビでかけてるのね。人気なんだなっていうのはね、こう改めてこう感じますよ、本当に。
育児と YouTube の両立ってやっぱ大変ですか？そうだね。まあ大変かどうかっていうとね、まあ大変ではあるね。ああ、まあそうですよね。すごく癒される部分は多いね。ああ、やっぱあれですか、セイキンさんもちびきんのこう動画とかこう撮っちゃうんですか？ほんとなんか公開とかせずに。公開してないのがほとんどだよ、どっちか。やっぱそうなんですね。だってね、フォルダなんかほとんど子供めっちゃ幸せだと思うんだけど、だから世の中のお父さんお母さんは本当に頑張っているんだなということをこう感じますよ。やっぱナホもそれは一発目に言ってましたね。やっぱ父ちゃんと母ちゃんっていう存在ってすげえんだなって。そうすごいんだと思うよ。だから改めて親になってからこう自分の親にもやっぱり感謝しなきゃなっていうのをこう改めてさらにねこう昔に話したんですけど、こうお互いのこう学生時代の話みたいなのって前話したじゃないですか、今もその学生時代のわんぱくなところってこの大人になってからもなんか残ってたりするんですか？残ってますね。シルクとかもこう常に企画とかねずっと考えてる中で、子供心があるかないかでやっぱりその発想力が変わってくるんじゃないかっていう。まあそうですね。子供の頃にできなかったものを今回収しに行ってるみたいなところありますね。昔からやっぱ音楽とか車とか好きだったかな。何部だったんですか？俺スキー部。あ、兄弟でじゃあヒカキさんも兄弟でスキーをやってたんだよね。冬とか学校行ってないんだよね、ほとんど。普通に1ヶ月遠征とかを何回も。そうだからもう冬の勉強が全然ついていけないんだよ。1ヶ月ぐらいずーっと遠征行って帰ってきて学校行ったらもう数学の授業全く分かんない。青春をスキーに捧げたみたいな形なんですね。それはね、本当に兄弟揃ってそうだと思う。いや、今度アスレチックできるようになったら呼んでくださいよ。一緒にやりましょう。いや、俺ちょっとやってみたいんだよね。やりましょうよ。おすすめのおうち時間で買ったアイテムってありますか？なんだろう、なんかないかな。すいません、ありがとうございます。ヘッドホンとかはやっぱりね、結構こだわってるんで。なんかすごいかっこいいですね。これおすすめです、これ。それいくらぐらいするんですか、それ？25万ぐらい。わお。でもそのぐらい確かにこだわった方がいいですもんね、音楽とか作られるってなると。こだわっちゃうんですね。まあですよね。まあそういう機材結構高いじゃん。そうですね。でもそれはしょうがないですもんね、機材なのでいいやつだと。そう体調に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。お体にお気をつけください。こちらこそありがとうございました。See you next time。関さん、ありがとうございました。僕のリア友に電話したいと思います。意味わかんねえ友人に電話します。ウイス。ウイス。どうした？てかビールやめとんだね。そう、今ビールやめてハイボールしてる。お前の昼寝する前のあの動画マジやばいだろ。昼寝する前の動画？暴れ散らして寝るみたいな。いや、暴れ散らして寝た方が爆睡できるでしょ。お前の性格じゃ別に衝撃じゃないんだけどそれもそれだろ。なんか俺の日常からしたら、結構新鮮すぎてさ。だからやってる人間が俺と考えたらまあ納得はいくでしょ。まあそれは普通だよそれは普通。一般人のあれじゃないからさなんか褒めてんだかディスってんだか分かんねえな。何食ってんだよ急に何食ってお前髪の毛まで食ってんの今麺と一緒に。更衣室の裏のシャワールームのお湯を勝手に使ってさ全員全裸で怒られるっていう。そう、俺だけ上の方にこうやって貼ってたからバレてないってやつ。そう、俺らは隠してたけど、お前は全裸だったしかもさ、ほとぼり冷めてから俺出てったじゃん。そうだよ。そう、俺だけ全然怒られないっていう長電話俺あんまり日常からしないけど、東京から彼が出るっていう時に1時間ぐらいランニングしながら長電話したんだよあれ本当にマジ奇跡よ。俺長電話マジしないから。俺が悩みを相談してたわ。そうそれでね1時間確かねお前と話したのがもしかしたら人生の中で一番長い電話だったかもしれない。ラーメン食ってるけど大丈夫？いやそれ大丈夫って気にすんだったら食うなよ。めちゃくちゃ食うじゃねえかお前ファーじゃねえよ。てかさ、お前のやばいのがさ、水泳の授業あったじゃん。陸も結構さ走るしさ、水泳になったら結構さなんか病気並みにさ、始まるじゃん。ちょっと待ってどういうこと？俺水泳になったら病気並みになんか始まってんの？高校の中だったら多分マジあれじゃん。1位群抜いてるぐらい一緒。陸もさ結構気持ち悪い動きするけどさいやちょいちょいディスんなよ。中学同じじゃないけどさ別に知ってたじゃん。まあ知ってたね、バスケだね。でこいつはバスケだなみたいな感じだったけどさ、いざ水泳になるとさ、なんか意味わかんない始まり方してたじゃんそのさ意味わかんない始まり方って何？いきなりじゃあはいじゃあ 100m4 泳法で泳いでみたいなってなった時にさ、も
お前意味わかんない速度出し始めたからさ。あ、本当に？もしかしたらお前その水系なんじゃねえか。人の属性で測るなよ。水泳の時間の時にさ、お前がさ、バタフライのさ、俺が教えるみたいなくだりあったじゃん。お前むちゃくちゃバタフライ綺麗だったのよ。なんでこれで逆に速度出ないのかなと思って、多分俺足のキックの方が悪いんじゃないかなと思って潜ってみたら、お前さ歩行してたんだよね。手だけやって歩行してたのよ。歩いた方がやっぱ早いと思って。そんなわけねえだろ。青春という青春はほぼ全部したっていうレベルだったと思う。まあ俺の心残りは工業大会の時にね、なんか俺ら出れるってなった時にさ、重くそふざけて俺腰やって出れなくなったことよ。お前あれ結構マジやばいよ。車椅子で見てるだけだからね。お前だって表情変えずになんかボールのさ行き来だけを見ててさ、心が入ってないじゃん。心が入ってない。ちょっと待って、トイレ行くからちょっと待って。君もさ、俺のさ心霊写真見たっけ？あ、長崎のやつじゃないの？あ、そうそう。見たよ。あれ結構がっつり。結構ガチだよね。結構ガチだね。やばかったよねあれ。やっぱさ、証人がさその時に高校で一緒にいたやつらだけだっていう。まあそうだね。心理カウンセラー室かなんかに行く時に一緒にいたんだよね。学生の時に俺を見て、俺らこれ結構やばくないみたいな。心理カウンセラー室にさ入った時の話とかさ、ほんとマジで嘘みたいな話なんだけどさ、俺写真見せる前にさ止められたよね。ああ、あったねそれ。普通じゃありえない学生生活だったよね。お前がちょっと頭おかしかった。ね、地元も電話したいやついっぱいいたんでかけさせてもらいました。まあそのね代表として彼に出てもらいました。これででもこの心霊の話とか昔のそういう話っていうのが本当だったっていうのがちょっと伝わればね、僕的にも嬉しいですね。まあ元気そうでよかったっすね。続いてのゲスト、鬼ごっこにもね参加していただきましたあの方です。お疲れ様。ごめんね遅くに。フォーエイトのこたつさんです。メンバーが、2人、今同じ部屋にいてるんですけど、一緒に出ることって可能なんですか？全然大丈夫ですよ。初めましてですよね。初めましてです。よろしくお願いします。こたつくんの動画での活躍はマジで助かった。あんなにいろんなジャンルの方がいるのにバランサーとして中立で入ってくれたのもすげえ助かりました。嬉しい。若い子供に、笑顔と希望を与えるようなそのグループになりたいってずっと心に決めてて、だからフィッシャーズさんみたいな本当にグループで、その男女バージョンっていうのをいつも僕たち目指してて、女の子の色が全くなさすぎるから女の子新メンバーで入れろって言われたことある。普段どんな感じなんだろうってシンプルに気になる。お互いの逆にない部分をお互い保って、本当にバランスがうまくできてるのかな。 YouTube 見てますか？みんな同じタイミングでリクライニングしないでくんね。全員同じタイミングで言ってるもんって。今誰が何をしてるのかっていうのを、その情報をいち早く吸収できるのが YouTube。確かに。ニュースでも何でもそうなんですけど。本当にごめんね、すげえ話の途中なんだけど、もう五光の差し方エグいんだけど、ニット帽の後ろからの光の入り方が一人だけ明らかに神いたから気になっちゃった。なんか僕どこかで聞いてて、フィッシャーズさんはもう先の先の先を考えてるみたいな。もうなんか聞いた話ではなんか 2,3 ヶ月後も動画のどこに何を投稿するかとかも、今年はもう1年全部決まってる。ちょっといつか勉強しに行きたいですね。まあおうち時間が長くなった時になんかこれは買ってよかったなっていうもの、なんかヨギボー。ヨギボー？座れるやつね、クッションみたいな。だからやっぱ映画とかネットフリックスとかそういう見ることが多くなるんで、それでずっと座って見てるなって思います。もうスマブラ人生で初めてスマブラ買って、初めてスイッチで触って、こんなに面白いのもっと早くやっとけばよかった。何使うの？斧投げるやつ、シモン。あ、すごいね。なんか使いやすいなって個人的に思って。マジで？スマブラ初めて買って一発目のシモン使ってますって人俺初めて会った上京したてで東京来てどこ遊び行きたいって言って代々木上原みたいなぐらい。そうバランスボール。足でバランスボールこうやってポン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 って跳ねさせてずっと遊んでる時もあれば、上に座ってずっと跳ねとって、それで跳ねて遊んどったら思いっきりこけて小指打って。悩んでる？
なんかほんまに心配されてる。私生活大丈夫？シルクさんに似てるなってめっちゃ言われるんですよ。いや俺もね最初見た時に思った。これ運命やわ。僕唇がめっちゃ一番似てると思った。そう目も似てるよね。気抜いた時の顔多分俺めちゃくちゃそっくりだと思ウォーターサーバー。おお。月に1回2回ぐらいにこの水のボトルみたいな、多分何リットル4リットルぐらいのやつを2個ぐらい送ってくれるんですよ、宅配で。でそれを入れ替えるだけっていう結構簡単な。確かに。ごめんね、なんか業者に聞けばよかったねこれね。ごめんね、なんでこの機会に聞いたんだろうね。いやなんかごめんね、すっげえ長く話しちゃったけどごめんなさいね。幸せです。あと全然軽く1日僕いけます。ね、今後ともいろいろとよろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひお体には皆さん気をつけてください。またね、おやすみなさい。ありがとう。もっとね僕も魅力をつけたいですよ。それではね、次のゲストさんです。僕が昔からめちゃくちゃ推している方です。私たちマイルアイドル週末ヒロイン桃色クローバー Z のアーリンこと佐々木彩香です。よろしくお願いします。お願いしまーす。前回僕が、電話させていただいた時ってもう誰だかを知らない状態だったんですよ。そう私に向かってバカですかみたいに言われました。本当に誰だかわからないんで、なんかすごい距離詰めてくる人だなと思って慣れないしそう、誰だこの人と思ってわかんないのっていう声ではぁってなったんですよ。投稿していただいた動画見て面白くて何回もあの後も見てます。ありがとうございます。早く気づけよと思ったでしょうね、そちらからすると絶対。はい、思ってました。押せよって。この間前回の桃色高集にもコメントくださってありがとうございました。いや本当にすいません。本当はねあそこの場に行きたかったんですけど本当申し訳ないです。こう華やかなおめでたい感じの動画を服もねあったんですけどずっと連続して動画来てたら締めの部分がちょっと臭くなったんで今ちょっと洗濯してます。衣装も持ってきてるんですけどモノクロ感出した方がいいですか？じゃあぜひお願いしても大丈夫ですか？プライベートっぽく、なんか電話してる方がいいとか、ももクロと電話してるって感じの方がいいのかどっちかなと思って。うわどっちもレアな感じがして欲張りたいところなんで今プライベート見れたんでももクロっぽくお願いします。欲張り着替えてきますね。ありがとうございます。すいません、助かります。ちょっと待ってて。はい待ってます。さてじゃあ5分間壁と話しますね。すいませんね、帰ってなんか豪華な電話になっちゃった。長く使ってください。はい準備できましたか？お待たせしました。めちゃめちゃ早いですね、着替えんの。ほんでピンクの衣装にうわももクロっぽさが出てますね。うわありがとうございます。本当こんな短時間ですごいですね。僕もなんか僕も時間があったんで着替えたんですけど変わってる。変わりました。はい。汗臭いやつにめっちゃ臭いんで脱いで大丈夫ですか？すいません、脱ぎますね。去年はライブがあんまできなくて、そうですよね。こういうライブ衣装みたいな着る機会が少なかったので、そうですよね。本当踊ったり歌ったりする回数は今までの13年間の中で一番少なかった年かなと思います。だから毎年絶対月1回ぐらいは絶対ライブやってたんで、YouTube って結構見ますか？毎日見ます。そうなんですね。フィッシャーズさんの動画も、見させていただいてます。なんかそうですね、こういろんな方にこう言ってもらえる2倍ぐらい恥ずかしいです。こうやっぱグループで活動してるので、このなんかグループのワイワイ感みたいなのはちょっと通ずるところがあって、ちょっと自分たちを見てるみたいな気分になるものもあります。いや本当にそれこそおこがましいんですけど、いや僕らもその目線でこう見させてもらってるというか。本当？そうですよ、やっぱチームイエーイそれが僕らの視聴者さん魚民さんってつけたんですけど、それってモノノフさんっていう要はファンの故障があったらいいよねから始まってあれをこう見てからじゃあ魚民さんにしようって登録者500人の時決めたんですよ。アーリーさんなりにこう考えてるなんかこうチームとして私はこうありたいなみたいなのあるんですか？そうだな、やっぱこうもう私の人生を歩んでるというよりはももクロの人生を歩んでるみたいな、そういう感覚なんで、なんかみんながどう思うかなとか、モノノフさんがどう思うかなみたいなことを優先したりとかはなんかするようになりましたね、昔より全然。
やっぱ仲良しで集まったわけじゃないから、私たちは。そっか。たまたま同じ事務所に所属してた、特技にダンスって書いてあった子たちみたいな感じで書いたんで、あんま似た者同士ってわけじゃないので、結構。僕らもそれで言ったら似た者同士いないっすね。みんなバラバラ？みんな点でバラバラです。でもそれが面白いですよね。なんかそれが一番ちょうどいいかもしれないですよね。ちょっと5年前俺見てるか、チームの話してるぞ今アーリンとめっちゃ人生濃くないですか？いや、偏ってるんで、人生が足りない部分がありすぎて、勝手に大人になったら政治の単語とか分かるようになるもんだと思ってたのがで、やっぱりまだ分かんないみたいな。マサイ君っていう一番ちょっとアホな子がいるんですけどあの子まだWHO 読めなくてずっとフーって呼んでました間違ってはない。そうです、間違ってはないんですよね。だから何とも言いづらくてちょっと訂正するの困るっていうどうしようかな今 YouTuber さん鬼のようにいらっしゃるじゃないですか。鬼のようにいますね。ね、はい、その中でもやっぱりずっと人気で第一線でやってらっしゃるっていうのはやっぱそういうとこ常にねアンテナ張っていろんなこと挑戦してらっしゃるからなんだろうなって、自粛中にその何本か自分で動画撮ってあげてみて、すごいなって本当に思いました。自分もなんか発信しないとなと思ってやってはみたんですけど、もう至るとこにつまずいて、もうまず何やったらいいのかも分かんないし、ネタ的ないろんなところに気を配って、撮影してらっしゃるんだなっていうのを改めて感じて、で私はこう編集はこう、お願いしちゃってたので事務所の方に、ここから編集をすんのかと思って本当にもう私は自粛が終わったら来たりやめさせていただいたやめさせていただいた。ゴール地点が完璧決まったんですね。無理と思いました。大変すぎと思って。プライベートの中なんですけど、なんか新しいこと考えるってなんかちょっと特殊ですよね、やることが。それでもなんか YouTube やってくれたのがまずありがたいですね。再生回数が何百万回とかの凄さを知りました。そっか、上げてみてっていうことですよね。タイトルでびっくりすることって YouTuber さんの動画見てあるんですけど、最近で一番タイトル見てんって二度見したのがあって、ニューアルバム田中将大はびっくりしましたお、アルバム出てる、パッて言ったら田中将大、間違えてないスタッフさんみたいな世界のマー君に慣れ慣れしすぎだなって改めて慣れしすぎでもマー君が日本に帰ってくるっていうこういう素敵なタイミングで私たちもこうマー君の登場曲をこう詰め合わせたアルバムが発売できて嬉しいなと。マー君サンキューって感じでいや軽い。おうち時間に買ってこれいいなって思ったもの、アイテムって何かありますか？高いホットプレートを買いました。高いホットプレート。家族でお家でご飯を食べるっていうのがなかなかなかったので、ももクロ始まってからそうですね、忙しいしっていう自粛期間で、お家で、ね、焼肉とかお鍋とかやりたいなってなって、こうもうこう2面で調整ができたりとかいろいろと調整できるやつですねやつを買ってお家でそれからめちゃめちゃやってます。へー、でもいいですね。もうこれは元取ったでしょって思ってもいいぐらい寝るだけダイエットってのしてて自粛中に聞きましょう。ダメだ、もうお腹すいた、これ以上寝られないと思うまで寝るんです。タガのガバイバーちゃんスタイルだもう寝る、とにかく寝る。タガのガバイバーちゃん同世代だってそうなんですね、そうなんです。お腹が減ったらもう勘違いだっつって寝る。そうですね、ホットプレートとゲームと寝るぐらいしかやってなかったです。私なりに楽しめたかなと思います。おうち時間を楽しめたっていうのがでも一番大事ですよね、期間的にも。かなこさんのリーダー像ってどんな感じなんですか？いや、私が思ってたリーダーではないですね、完全に。めちゃめちゃ頼れますし、でもみんなをこう引っ張っていくっていうよりはみんなを包み込んでくれるみたいな、そういう自由にできるようにしてくれてる、みんながちょっと嫌だなって思う役を買って出てくれたりとか、ところではすごく昔から頼もしかったですし、皆さん女の皆さんとかが思ってるかなこちゃんは頼りないかなみたいなイメージかもしれないんですけど、めちゃめちゃ頼れるリーダーだなと。へー、なんかそれ聞けたのいいな。でもシルクさんはどっちかっていうともう本当にこう見るからにリーダーって感じするし、言ってもらいますね。花があるというか、みんなが納得の真ん中でみんなが納得のリーダーなんだろうなっていう感じが
すごい伝わってきます。ですね。だから一番僕が気負わなきゃいけないなってところはもう絶対パワープレイはしないぞって考えてます。でもその優しさもめっちゃ動画から伝わってきますよ。あ、本当ですか？ああ、お疲れ様です。最近どう飲んでるみたいな話とかしたかったんですけど、ちょっとできなかったですね。全然てる話もしたかったです。そう、なんか休みの時どうなの？なんかお酒飲んだとかいう話もしたかったんですけど。ちなみに飲みました？あ、飲みました。やった！はい、しました。今何時間休暇したんですか？今は一回ちょっと休んだんですけど、48とか50ぐらいまでは起き続けて電話して、そこからちょっと2時間ぐらい寝てやって。48時間起きてたんですか？48時間はそうですね、より起きてたかな。多分起きてたと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。推しももクロのアーリンさんでした。ずっとチーム論の話はしたいなと思ってたんですけど、ここでできるとは思わなかった。今回のゲストです。加藤茶さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。夢のような時間です。今小さい時からうちのコント見てた。はい、ほんと子供の時からおじいちゃんおばあちゃんの家ではもう夕食時とかにこうコント見させていただいたり、音楽と共に楽しめるみたいなコントって多いじゃないですか。そうだね、うちは音楽ね、重視したコント、最初はね。本当に昔から気になってることとかもいっぱいあって、今日なんかそれをもしかしたらこう聞かせていただくこともあるかと思うんですけど、ちょっといいですか？いや、いいよ。やったー加トちゃんペってどこからこう生まれたんですか？俺がだからアドリブでやったことが加トちゃんペンになったんだよね。アドリブだったんですね。うん、ハゲがつらかぶって、ヒゲを打ってて、ハゲ王子やってる時、あの頃30年40年ぐらい前だから、ノリの状況が悪くて、あって書くと剥がれるんだよね。落ちるとやばいからこう押さえてたのこれ、そしたら長さんに、コントの時にそれ目立つからやめろって言われたんだけど、落ちるからしょうがないじゃない。しょうがないですね、確かに。で長さんが文句言ってる時にペッって言い出して、それが長さんをすごいバカにしてるから面白いって言うんで、それでそれから加トちゃんペンになって、ペッバカにしててすげえ面白いからって言って。じゃあ本当に偶然に出来上がった言葉だったんですね。そうだね、長さんがガンガン怒ってんのに、全然聞いてなかったですか？もうペってペのちゃってもうそれこそハゲ親父のいろんな、なんかどこだったっけな、旅行とか行った時にもマスコットとしてキーホルダーが売ってたんですよね、加トちゃんの人形。売ってたよね。はい、僕持ってました。携帯につけてました。そうだね、人形で随分儲けさせてもらいましたどこ行ってもお土産屋さんにあったんで。そうなんだよね。一時期はキティちゃんと、その俺の人形となんか競り合ってたみたいで確かにお土産コーナー隣にいました。キティちゃん今国外とかでもすごいこうハリウッドの人とかこう見たり、こうグッズ持ってたりするんで、そこと張り合ってたってめちゃくちゃすごいですね。俺の人形もハリウッドでセレブに抱いてもらってたらよかったパリス・ヒルトンの横に加藤さんがこうそれこそドリフターズの最高視聴率っていうのがどのくらいだったんですか？最高が 50.5 で、平均がね大体 32-3%。 平均ですか？平均。うわ、16年の間平均を30以上ずっと叩き出してたっていう。受けた理由っていうのはやっぱり自分たちで考えて、で自分たちで大道具小道具全部計算してやった、それが良かったんじゃないかなと思うんだよな。叩くやつとかも音とかすごい計算されて作られてたみたいな。そう、全部計算して作った。うわー、新聞紙も折る、回数によってとか枚数によって違うとか。新聞をねあんまり巻きすぎちゃうと、逆に痛すぎて。何回がベストなんですか？巻くのがね2、3、4回ぐらいかな。金だいとかもやっぱ、そうですよね。今もこう金だいになるまでに、最初メガホン使ってて、でメガホンで殴ってた。昔のメガホンはね紙でできてて、プラスチックのメガホンができて、
音がしなくなっちゃったんだよね。それで何がいいかなって考えてる時に志村が可視感がいいんじゃないって言って。はあ。で可視感でなかったらなるほどいい音すんだよ。確かにペーンっていう音しますもんね。一回殴るとビョってへなっちゃうんで。そうですよね。後つきますもんね。これでじゃあ勝てるのって何がいいかな。あ、石油缶いいんじゃないか。ああ、はい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 。ボコンボコンにしといて。でこれが何回殴ってもいい音するし。へえ。で石油缶からやっぱり勝てるもんねえよなって言ったら金だれあるじゃねえかって言うんで。へえ。殴ってみたら痛いんだよやっぱり。そうですよね。メガホンより絶対痛いですもんね。もう上から落としてみようっつって落としてみた。はい。そしたらちょうどいい音で。はあ。改めて聞いて衝撃受けましたね。やっぱりそうじゃないとやっぱりお客さんに喜んでもらえないから。それとやっぱり笑って見ていられる。はい、で音も面白い。っていうのを見るとやっぱりそうなるね。ドリフさんが使い始めて今も使われ続けてるものって絶対あるじゃないですか。うんこの形、あの方のうちだからね。音色いやつって。あ、黄色のとぐろのやつですか？うん。あれだからうちがああいう形にして作ってもらって。はい。巻きぐそのスタート。あれもだから形にして絵にして使ったのがうちが初めてだね。国民的に残ってるものめちゃくちゃ多いですね。じゃあ最初はグーじゃんけんポンってやってるけど、はい、最初はグーってのも志村と中本がコントだったんだよね。はあ。習ってないけどみんな言いますもんね、最初はグーって。そう、なんか自然とこう入っちゃうっていうかね。すごい。多分お子さんなんか特にこう見てくださる方が多いんですけど、多分その子たち必死になって今巻きぐそ書いてる時期だと思うんですよ。それのスタートがまさかこう今電話で繋がってるって多分誰も予想してなかったと思います、本当に。そうだそうだ、ちょっと待ってくださいね。うん。そう、こっちに僕あるんですよ。何が出てくんだ？ドリフ温度。はい。でも持ってないよ。本当ですか？YouTube とかやらせてもらってこう叩く系とか、こう世界でそれこそかなり人気になった動画があるんですけど、それもやっぱりドリフターズさんのやつ見て勉強させてもらいました。あ、本当に？はい。叩くもの何がいいんだろうなとか、音で何が面白いんだろうなっていうのをすごい見させてもらって。どんどん使って。ありがとうございます。それ言われるのめっちゃ嬉しい。残ってった方がいいから。YouTube の形でちょっとうまくなんか消化できたらいいなと思ってるので、なんかありがとうございます、認めていただいて。いやもう何度も真似してよ。全員集合は、ワースト番組1位で親が絶対に見せたくない番組だったんだよね。だからそれを親が見せてくれたっていうのはその親がすごいね。そうですね、ちょっとうちの親がちょっと才能あったと思います。常にじゃあ考えてたんですね、面白いことを。それは考えてたね。これから珍しいことがあるとみんなで見に行くっていう。へえ、もうその、面白さを共有するっていうことが。ドリフターズさんは誰か一人がこの場に行ってみようじゃなくてみんなで一緒に行ってたんですね。だから長さんが今日居酒屋行くぞって言って居酒屋に行って、でその中でいろんな酔っ払ってるやつを見て、ああいう言い方っての面白いよな。じゃあ結構皆さんでこう街で歩いていろんな人の人間観察みたいなのをしてたってことですよね。そうだね。もしもシリーズってありましたもんね。それこそコントの中でもこう爆発的に人気だな、これ人気だな、これやっとけば間違いないなみたいなのって、それあるあるから生まれたものが多いですか？その方が多いね。やっぱそうなんだ。花粉症ですごい悩んでる、そのくしゃみできるって言ってヒッってやってる。聞けた。風邪のくしゃみと花粉症のくしゃみは全然違うんだ。どういう違いがあるんですか？風邪のやつはヒッってやるんだけど、花粉症は軽くヒッってやる。宝島に探検に行くじゃない。見ていただいたんですね。ありがとうございます。びっくりした。いや、宝見つかったらいいなと思って見てたの。ありがとうございます。全集合始まって300回400回ぐらいまではもうネタがパン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 出るのよ。でそれがね慣れてくると、あれもやったしなこれもやったしなってなっちゃうわけ。300も400もやってたらなんか全てこうあれこれやったなとか、なんかこう既視感があるというか。あるある。そうですよね。自分たちが先にそう思っちゃいますもんね、お客さんに見せる前に。自分がやってることを一番悪いのは、自分で飽きてしまう。
これは絶対ダメ。自分で飽きていい加減にやっちゃダメ。最初にやった時の気持ちでやろう。何回やってもその人の良さというか、その回の良さが出るみたいな。そういうものを作ろう。いろんなこと経験があるドリフターズさんが思うチームで一番大切なことって何だと思いますか？同じものを共感するってことが一番大事だよね。みんなで同じものを見て同じものをこうやってみたいとか楽しめるっていうのが大事。よくやっぱいろんな方にこう目指すところはドリフターズさんだよってよく言われるんですよ。いや俺も見てて、すっごい仲の良さが伝わってくる。ありがとうございます。これがすごい受けてんだろうなって思うんだよね。でレターみたいなの書いてこう考えてるじゃない。そうですね。あれもやっぱりねうちなんかと同じだよね、全く。てか待ってください、そこまで知っていただいてたんですね。びっくりした。そうなんですよ、ホワイトボードに書いて。あれはすごいいいことよ。だからないんだから続けた方がいいよ。だから自分たちで自分たちを飽きちゃダメだよ。もうマンネリこそもう OK、 大変 OK。それをし続けられるネタを考えるのも大事だし、自分に飽きないことや、自分を。めちゃくちゃいい回だこれ。めちゃめちゃいい回ですこれ。だってフィッシャーズってすごい今 YouTube の方じゃすごいじゃない。今視聴回数、総再生回数が111億回。これを大事にしないと。そうですね。年取ったら年取ったなりのフィッシャーズを見たい。じゃあもうみんなね、信頼人がいて、残ってるの3人しかいないのよ。5人でいつまでもやろうなって言ってることはできなくなっちゃったんで、年取ったなりのドリフターズ見せられるよな、話してたわけよ。70歳になってコントをやって、高木ブーに振ってもドーンと間が空くのよ。ね。その間が空いたのがすげえ面白いじゃない。面白いですね。なんかいつもそうですね。加藤さんが「おい寝てんのか?」とか言いますもんね。で志村が亡くなって今もうね3人しかいなくなっちゃったんで。今日本当志村さんの誕生日でしたね。誕生日。そんな日にこの電話がつながるっていうのがなんかすごいなんか僕的に奇跡のようなことだなと思ってるんです。偶然だけどそうな。そうなんですよ。すごい偶然だなと思って。やっぱりフィッシャーズずっと続けてほしいな。ありがとうございます。ちょっとこうドリフターズさんが今やられたもの、何かこうエンターテインメントで築き上げたものを僕らなりに消化してちょっと未来にずっと残せるものをなんか僕らでも作れたらいいなと思ってますので、ぜひともこれからも勉強させてください。いやこれで役に立つんだったらば、なんかなんか本当にそれこそ動画とか関係なく本当に一回こうお会いしてお話とかさせてもらっても大丈夫ですか？いいよ。それは生で話したいね。お願いします。うわ聞きたいことこっちも答えてあるんで。なんかその時ぜひよろしくお願いします。お願いします。こちらこそ。すいません、なんか長くこうお話しさせてもらっちゃって。あんまり俺自身は言いたくないんだけど、3月の17日に加トちゃん、ケンちゃん、みつこさんっていうね、DVD が。DVD。3月の17。あた。かみさん紹介します。お願いします。こんにちは。こんにちは、すいません。はじめまして。かわいいワンちゃんが映った。チャーコです。かわいい。めっちゃ盛り上がっとったな。昨日笑ったね。昨日も見た顔絵文字のやつわかります？アニ文字。あれをカットちゃんと私とマネージャーさんとみんなで見て笑いましたもん。チャーコもありがとうね。じゃちゃん一向にこっち向いてくれないんですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ザ・ドリフターズの加藤茶さんでした。うわー長電話の回やべえな。本当にまだまだね聞きたいことあったんですけど、ちょっと直でねお話しさせてもらう機会をもらえたらそこで話したいなと思ってます。どうもシュートンダオです。元木ザコマサ喋ることある？いやないっつったら終わるんじゃないの？お前さそれ他の皆さんにそういう風にやってないよね。シルクさん、お前さこれ24時間もずっとそんなようなことやってんの？この動画やらせなきゃよかったの。やばいよ。マサイを添付するっていう機能があるから、ちょっとそっちにマサイ飛ばしてもいい？マサイ送信本当に行くよ。少ししたら届くよ。いらない。ちょっと鍵閉める。ちょっと俺やってみたくない？その電話の向こうにマサイがいるの。鍵閉めた。聞いてく
どうなんだろうね。未送信ボックス行き。最後こっちに帰ってきた時の一言目ちょっと気になるよね。あ、そうだ。なんて言うと思う。遅れなかったわ。なんか戻ってきた。ちょっと通信エラー起きたわ。動画見てくれてありがとう。セカンドリー、Twitter、Instagram、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、